どうもこんにちは、竹内美優です。この動画は私が2年半何をやっていたのかっていうような動画になっています。自分の記録も兼ねて、多分その聞く方によっては授業のあるというか参考になる部分もあるんじゃないかなというふうに思うのでお話ししてみようと思います。私は日本で約10年近くアイドル活動した後に韓国に渡って韓国の芸能事務所で練習生活を送っていました。今日はその練習生活について、お話ししようと思っているんですけど、会社に関連するお話っていうものはできないんですけど、どんなスケジュールをこなしてどういう練習をしていてどういうものを使ってっていうことを今日はちょっと準備したものがあるので、それを皆さんにお見せしながらお話ししてみようかと思います。でも正直ちょっとこういう動画を出すことは自分としてはちょっと抵抗があって、でもせっかくこうやって寄り道チャンネルっていうものを作ったので、ちょっと赤裸々にお話ししていこうと思います。私引っ越しをしたんですけど、ついこの間その時にちょっと掃除してたら出てきてまずここのお話に入る前に、とりあえず基本的なスケジュールとしては軽くお話ししますね。月曜日から土曜日まで毎日練習をしていて、だいたい1日9時間10時間のまちまちバラバラでしたけど、基本的には毎日それぐらいの練習を必ずやっていました。でその毎日会社に行って練習をするんですけど、基本的に月曜日から土曜日までは外出はなしで、会社と宿舎の行き来のみというような生活をしていました。その月曜日から土曜日までのその練習の中にレッスンが入っていたりとか、他の時間は個人練習の時間だったりとかして、個人練習のスケジュールは後でお話しますが、自分でスケジュールを立てて練習をしていました。で、レッスンについてはそれぞれの練習生に合ったレッスンをさせていただいていたんですけど、そういうスケジュールを主に中心にやって、残り時間は個人練習というような日々を送っていました。でこれがざっくりとした一日の生活でして、で今日お話しするのは個人練習の時間に私がやっていたことをお話ししようと思います。練習システムってどんなものなんだろうっていう気になっている方々の参考になればさらに嬉しいです。大丈夫かな変なこと書いてそう。大丈夫かな。大丈夫だと思います。私が個人練習でやっていたトゥードゥリストをお見せしたいと思いますで、大丈夫かな。こんな感じに見えますかね。私は一日やることを決めてましたね。これは結構最初の方ですね。練習生始めてすぐ水は1日3リットルを飲もうっていうことで、これは正しいのこの正の字で500ml ずつだったかな、数えてやっていました。でまず上から説明すると、ホフ呼吸ですね。ボーカルのその呼吸をやって、次発声、パルソン発声で基本儀で、基本儀っていうのはダンスですね。練習すぐ振り付けから入るんじゃなくて、まず基本儀っていうダンスの基本になる基本儀をやるんですよね。で基本儀で、これなんだ、セギボンギってなんだろう。韓国語が新しい基本儀だから、基本儀を2パターンあったんで、基本儀とストレッチ、ここら辺はダンスの練習ですね。でここに300キロカロリーとか500キロカロリーって書いて、400って書いてるんですけど、これは多分1日に摂取するご飯の量ですね超極端だけど、ダイエットについても後でお話ししますね。これはちょっと後半の方になってくるんですけど、この練習はこれまだ水飲んでますめっちゃ水飲んでる私。でこれはお腹腹で、ストレッチで分析、そんな感じですね。ここに時々スマホ直しとかも書いて、で日曜日に関しては埋めつけるって、梅シロップ作りたくて埋めつけるっていうのスケジュール書いて、こんな風に書いたりしてました。次に私の歌詞ノートをご紹介します。
歌詞ノートはこれが1冊目2冊目3冊目です。でここに付箋がついてて、水色が韓国の楽曲、黄色が日本語楽曲で、緑が洋楽っていう風になっています。例えばなんて書いてあるかわからないし、韓国語ぐちゃぐちゃだしですけど、これが一番最初の練習した曲で、2019年の3月6日韓国に来た日ですね。いやこの時は発音もまだ分かってなかったし、一番は自分の癖ですね、ちょっと直したい部分っていうのがあったので、ひたすら自分の撮った音声を聞いて、その直したい部分を書いて体にもうとにかく覚えさせるみたいなことをしていました。こんな感じで曲を練習してました。懐かしい。でこの2冊目もちょっと印が減りましたね。番組で歌ったことがある BTS さんの「チョナジモッタンチンシン」っていう曲なので、ある程度めちゃくちゃ練習していた過去があったので、そこまで印はつけずに済みました。でも練習量は他の楽曲と同じぐらい、これも1ヶ月ぐらいかけて、歌ったりしてました。これはやばい。これはいただいた楽曲なんですけど、これはね、何書いてあるか自分でも読めないですけど、直したい部分がたくさんあって、体に染み込ませるまでもうひたすらもうぐるんぐるん囲って、もうここがこだこだってやって、自然に声に出るまでもう慣れさせてました。ついに最後の3冊目どうかな。最後の方を見ましょう。めちゃくちゃシンプルになってる。日本語訳も書かなくてよくなってたし、発音も別に多少気をつける部分だけ印つけてたりとかして、ノートに私はめちゃくちゃまとめていたんですけど、一番最初のこういうもの見比べてみると、もう本当に書かなくていいものを書かなくなってたりするの。この時のこの部分、もう私成長したんだなみたいなっていうものが目で見てわかるので、この練習は本当に楽しかったですね。本当に楽しくてしょうがない感じでした。でもう一つ気づきがあって、さっきご説明した通り、この水色が韓国語の曲じゃないですか。この時は韓国語の楽曲をめちゃくちゃやってるんですよ。でこの時も結構韓国語の楽曲やってて、ピンクも韓国語の楽曲ですね。自分がもらった曲なのでやってるんですけど、ここら辺から黄色の楽曲が増え始めて、これもね結構黄色の楽曲が増えてて、なんでかなと思って振り返ってみたんですけど、多分ここら辺からちょっとそろそろ一回ホームシックみたいになって日本語の曲をとにかく歌い続けてたっていうそういう時期もあったなと。今はもうホームシックっていう概念は消え去って、であとは他のノートも、これは、ライブ配信用のノートで、とにかく自分が喋ることをもうこれ이거 한국 분들이 보면 좀 이상한 글자가 많아가지고 괜찮을까? 빨리 지나갈게요. こんな感じで、とにかくここに最初に何を喋るかっていうのを書いて、それをもう丸暗記してっていうのを最初の半年ぐらいは続けてやっていました。であとはこれかな。私のアイデアノートで、自分でアイデアを思いついたらノートにまとめておこうってやり始めたのが練習生活始めてからで、ちょっとモザイクかけますが、こんな感じに付箋を貼ってアイデアをまとめたりしてました。あと他にここに書いてあることは目標ですね。3年以内に達成すること、5年以内に達成することって言って目標とかを書いたりしてました。それとはまた別に自分の精神的な内面的な手に入れたいものリストみたいなのをまた別に作って、もう一つはそれこそこういうものが欲しいとか、こういう、夢だったりとか、そういうものを書いて達成したらチェックを入れてっていう風にやっていました。で
これが日記なんですけど、でもこれもまた私確か、3、4冊ぐらいあったんですけど、また捨てちゃっててめっちゃ捨てちゃってるな、そう考えると。もう過去だからもう過去みたいな感じで多分捨てちゃうんですよね。これは一日にどういう練習をして、どういうスケジュールをこなして、どういう反省があったかっていうのをもう毎日書いていました、韓国語で。なのでもう本当にこれと、いやもうこれ全部だな。韓国語上達っていうのはもうやっぱり一番大きいのは日記で、日記を書くっていうのってやっぱりその文字を書くことになれるっていうのもあるんですけど、文章を考えて接続詞を新しいのを使ってみたりっていうのをやっていたので、文章力が上がったのはこの日記のおかげと言っても過言ではないくらいすごく勉強になった作業でした。で、私あとダイエットノートっていうのもあって、でもこれがまた私そのダイエットノートを捨ててて、これもあんなに頑張ってたのに、かなり力を入れてたのにっていうのがダイエットで、これはお話をするとやっぱりダイエットは必須なんですよね。必ず綺麗でないといけないので、とにかく年がら年中ダイエットをしていたんですけど、そのダイエットノートが何かっていうと、まずノートの1ページ目に今の体重を書いて、で2ページ目に目標の体重を書くんですよね。その今の体重から目標体重にするまでだいたい約何キロカロリーと消費すればその体重に行くのかっていうのを計算して数値を導き出すんですよ。でだいたい1キロって7200だったかな、7200キロカロリーっていうふうに決まっているので、それをまた例えばじゃあ30日間でそれを割ると1日にどれぐらい落としてどれぐらい摂取できるっていうのを導き出せるので、そういう形でダイエットノートにまとめていました。やっぱりそのダイエットノートをつけることによって日々のその自分の体重の変化っていうのがやっぱり視覚化できるっていうのかな、視覚的に見れるんですよね。達成感もあるし、あとは私はやっぱりこう極端に例えば1週間で4キロ落とすとかっていうのは必ずリバウンドしちゃうし、すごくメンタル的にも来るので、なるべくそれをしないように現実的な数値にして計画的に体重を落としていくっていう風にやっていました。すごくおすすめです。運動もしてご飯も食べて健康的にっていうことをやれるダイエット方法なので、私はノートをつけるっていうことをおすすめします。これがちょっとダイエットノートに近い内容なんですけど、食べるご飯とかも決めてたんですよね。例えば今日はこれを食べてみたいな。でもこれちょっとどうだろう、これでもちょっと極端だな。こんな感じ。モクサルって何肉だろう、豚のモクサル、なんでモクサル食べてんだろう。お肉食べて、さつまいも、卵、米サラダで、これが一日のご飯みたいにやってますけども、これちょっと極端かな。多分撮影の前とか、こういう食事にして LINE を作るように心がけてはいました。これでもちょっとあんまおすすめできないやり。以上がやっていた練習の一部になるんですけど、私は23っていう年で練習生を始めまして、練習生としてはすごく遅い年齢なんですよね。早くて10歳とか、小学生からやってる方もいらっしゃれば、やっぱりその23、24ってやっぱその同年代同世代の子たちがもうバリバリこう社会に出て働いている年齢で、その時に今の自分の環境って果たしてどうなのかっていうことを考えることは結構したんですけど、でもプラスに考えると、あなたは練習してれば OK ですっていうような状況っていうのってなかなかないじゃないですか。でそれを与えていただいたこの人生で、その期間、練習生期間っていうものを、だからもうこれはもうとこ
とん練習しようと、これは絶対もう何が何でも無駄にはできない期間だと思って、とにかく本当に練習に集中していましたね。もう一から本当に一からっていう気持ちで自分を高めることに集中した日々を送っていました。からやっぱりそういう日々を送って分かったことは、私はどちらかというと感情が先に反応してその後思考っていうような順番で、なんていうの、情報処理っていうのかなをしていて、もともとで、そうなるとやっぱりこう一日のパフォーマンスとかって、ちょっとこう自分の感情が影響していたりとか、ちょっと左右されるっていうことはあったんですけど、正直そんなことも言ってられない環境で、自分個人の感情なんてそれよりももっとこう効率的な生き方があるんじゃないかなとかいう考えにもなれたのもやっぱりこの期間のおかげだったかなっていうふうに思います。これがなかったらもうぐうたら人間なので、もうぐうたら人間の一面のみで生きていった感じだったかなとも思うし、自分の人生の大きなターニングポイントっていうのかな、だったかな、この2年間がっていうふうに思います。これからも大胆に大きく自分自身の人生を作っていきましょう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。よかった、うまく隠れたわ。この雑なこの DIY のカモフラージュが君によってうまくカモフラされたよ。カモフラ Thank you